どうもこんにちは、ホビーチャンネルむさしです。ファインモールドの F4 ファントムになります。ワイヤーを使った塗り分け境界のぼかし技法の紹介と、リキテックスリキッドを使った汚しの表現に挑戦しています。飛行機模型は久しぶりになりますが、最後までご視聴いただけたらと思います。最近はカーモデルやバイクを作っていますが、20年前は飛行機モデルばかり作っていました。飛行機雑誌のスケールアビエーションでリキテックスリキッドを使った汚し表現が紹介されているのを見て、自分でも試したくなり、今回の制作に至りました。F4 ファントムを選んだのは、昔富士見模型のファントムを完成させられなかったことが心残りで、そのリベンジを果たすためです。現在手に入るキットの中では、このファインモールド製が最新の金型で、モールドも緻密で最高のキットだと思い、これに決めました。説明書通りコックピットから作っていきます。機器類のパネルはデカール用の凹凸がないものと色分け用の凹凸があるパーツのどちらかが選択できます。私は凹凸のあるパーツにデカールを貼ろうと思います。デカール軟化剤で溶かせば凹凸に合わせて貼ることができます。マークセッターを塗った上にデカールを乗せ、さらにマークフィットのスーパーハードでデカールを溶かします。デカールが柔らかくなったら綿棒を慎重に押し当てて定着させていきます。デカールの緻密さに加えて、モールドの凹凸が組み合わさることで筆塗りでは再現できない仕上がりになります。操縦桿などの小さい部品は筆で塗り分けていきます。塗り分けた部品を組み付けていきます。72分の1のジェット戦闘機では必要十分なディテールでしょうか。機種とインテークを組み立てます。インテーク内部は指定色で塗って貼り合わせます。機種は組み立てたコックピットを挟み込む構成です。インテークのカバーには内側の塗り分けがあります。こんなところを塗り分けたところで完成後はわからないだろうなと思いつつ塗っています。サクサク組み立てていきます。愛は悪い箇所はなく、ストレスなく組み付けていけます。胴体の内側にはファンの部品がありますが、この部品が胴体の幅を維持する役割を果たしていて、ちょっと感心してしまいました。胴体上部のパネルはおそらくバリエーション展開のために分割されていると思われますが、少し段差が生じます。モールドが繊細だったため、パテなどを使用した段差処理は行いませんでしたが、新しいロットではこの段差が回収されているそうです。脚甲を塗ってから羽を貼り合わせます。胴体と機種を接合するとすぐに飛行機の形になりますが、飛行機模型は形になってからが長いです。大抵の飛行機模型ではモールドの彫り直しや隙間のパテ埋めなどが必要ですが、このキットは最近の設計だけあって特に処理の必要はありませんでした。テールのパーツと胴体の間に若干の隙間があったため、プラ板を使って調整しました。垂直尾翼のラダー部分にも隙間があったので調整しています。プラ板の他に溶きパテも使いました。溶きパテを流し込み、余分な部分は溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取ります。プラ板はニッパーでカットしてスポンジヤスリで整えました。
テールパーツはこのくらいの隙間が空いていましたが、だいたい良さそうです。機体を塗装していきます。機体の塗り分け境界にはワイヤーを使いました。エアブラシのフリーハンドだとボケ幅のコントロールが難しいので、私はワイヤーや太いハンダなんかを使っています。塗り分け境界にワイヤーを両面テープで貼り付けていきます。内側はマスキングテープで覆います。吹き込みそうなところはマスキングゾルも使いました。エアブラシを内側から境界のワイヤーめがけて吹き付け、影の部分にボケ幅をつけます。吹き付け角度が重要で、ボケ幅を大きくしたい場合は角度を浅く、ボケ幅を小さくしたい場合には垂直に吹き付けます。スケール感に見合ったボケ具合になったのではないでしょうか。パネルラインに墨入れをしていきます。余分な塗料はエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取ります。拭き取る際は機種から後方に向かって行うのがセオリーです。エナメル塗料でも完全に拭き取れずに跡が残ることがありますが、この方法なら気流の流れを感じさせ自然な仕上がりになります。モールドが繊細で墨入れがどうなるか心配だったのですが、問題なさそうです。尾翼やテール部分の銀色の箇所を塗装していきます。銀色はさらにマスキングして色の変化をつけました。パネルで反射の違いがわかりますでしょうか。一色の銀色で塗るより情報量が上がります。さて、いよいよリキテックスリキッドを使った汚し表現を施していきます。カーボンブラックにチタニウムホワイトを混ぜて使用します。初めてなのでプラ板を使ってどんな感じになるか試してみました。この技法はスケールアビエーション誌の2024年1月号で紹介されていたもので、カナダ人飛行機モデラークリス・ジーハーさんの考案です。ベタっと塗った後、アクリル溶剤を含ませた筆で叩いてムラをつけます。雑誌では先に溶剤を塗ってからリキッドを塗って溶剤をつけた筆で叩いていました。筆は画材屋で筆先が柔らかいものをいくつか探してきました。映像の筆はノーベルのパステルブラシです。筆で叩くと筆の溶剤でリキッドが溶けて濃淡がつきます。溶剤の含み具合で濃淡の具合が変わります。溶剤が少ないと濃い濃淡に、多いと淡い濃淡になるようです。硬い筆でも試してみました。溶剤が点で付着し、この技法には向いてなさそうです。先が斜めにカットされた柔らかい筆でも試してみました。細かい箇所はこちらの方がコントロールがしやすそうです。柔らかい平筆でも試してみました。淡い濃淡がつきます。試してみた結果ですが、柔らかい筆で溶剤の量を調整しながら叩いていくのが効果的だと分かりました。だいたい感じがつかめたので実際に塗っていきます。全体にリキッドを塗って溶剤を含ませた筆で叩いていきます。
体全体も同様に処理していきます。筆の毛が抜けて張り付くのでピンセットなどで取り除きますが、細かい毛は完全には取れません。この技法の難点はこの細かい毛が残ってしまうことですが、よほど注意してみない限り気づかない程度です。裏面はきつめに汚してみました。完成はこのような仕上がりです。簡単な割にはかなり良い感じで、実機の汚れた雰囲気がとてもリアルに表現できています。驚きです。この技法を考案されたクリス・ジーハーさんには心より感謝を申し上げます。パネルラインの補修跡をエアブラシの細吹きで表現します。エアブラシにリキテックスリキッドを入れてテール部分に吹き付け、焼け表現をしてみようと思います。リキッドはアクリル溶剤で薄めれば普通にエアブラシで拭くことができました。拭いた後にアクリル溶剤を含ませた筆でパネルラインを溶かし取ります。エナメル溶剤よりもコントロールしやすく、自然なムラも表現しやすいです。水平尾翼もリキテックスリキッドでムラをつけました。デカールを貼っていきます。マークフィットを塗った上にデカールを貼り、余分な水分は綿棒で拭い取ります。国籍マークの補修跡を再現するためデカールをマスキングし、縁を明るめに調色した気体色で軽く吹き付けます。他のデカールも貼っていきますが、数が多いため根気よく進めていきます。集中力が続かない場合は一度に貼ろうとせず、複数日に分けて作業した方が良い結果が得られます。デカールが貼れたらツヤありのクリアーで保護します。はじめは遠くから吹きつける砂吹きで、次に垂れる寸前までの厚吹きで拭きます。1週間ほど乾燥させてからデカールの段差を1500番の耐水ペーパーで空研ぎして慣らしていきます。飛行機モデルでデカールの段差を消す人はあまりいませんが、やるのとやらないのとではやはり仕上がりに違いが出ます。段差消しが終わったらさらにツヤありのクリアでコートしておきます。脚甲はエナメル塗料で汚しておきました。水平尾翼ですが、テール部分を機体に接着する前に取り付けておきます。本格的な汚しは油絵の具を使いました。インテークの前側に油絵の具をのせて溶剤でぼかしていきます。垂直尾翼の前面も汚しました。油絵の具を溶剤で伸ばした後に乾いた筆でぼかしています。
油絵の具は酸素と結びついて固まりますが、固まるまでにはかなりの時間がかかります。表面は24時間ほどで乾燥しますが、厚く塗ると乾燥するまでに1年ほどかかるそうです。しばらくは表面が柔らかいので、乾いた筆で伸ばすことでぼかしを加えることができます。エアインテークの前面は空気の圧縮による熱で焼けるため、気体色がむき出しになります。汚れを足したいところには油絵の具をのせて乾いた筆で伸ばします。汚しが終わったら今度は艶消しのクリアで表面を整えます。下地を傷めないように初めは砂拭きです。砂拭きの後に垂れる寸前まで拭きます。エンジンノズルは水溶性の接着剤をたっぷり塗って取り付けました。機種の塗り分けはこのタイミングで行いました。細切りのマスキングテープで境界を覆い、その後大きめのマスキングテープで覆いますが、塗料がかかる範囲だけで問題ありません。翼端の細かいところは筆塗りです。機体の塗装が終わったので脚部を組み立てていきます。こだわりのパーツ分割で精密に再現されていました。汚しはリキテックスリキッドで行いました。飛行機モデルの脚部は弱く、1年ほど飾っているといつの間にか折れてしまうことがあります。エナメル溶剤による汚しが原因ではないかと考えており、溶剤が徐々にプラスチックに浸透して素材を傷めているのではないかと思っています。真鍮線で補強しても今度はタイヤの接合部分で折れてしまうため、どうしたものかと悩んでいましたが、リキテックスリキッドなら問題ないのではないかと期待しています。脚庫やハッチの扉を取り付けて、組み立てた脚部を取り付けます。前脚のライトはまず全体を銀色で塗装し、その後に指定色を塗り、最後にライト部分の塗料を溶剤で溶かして除去し、表面を露出させました。ミサイルはファインモールドで別売りしているミサイルセットを使用しました。ミサイルの接合部分には真鍮線を仕込んでしっかりと固定できるようにしています。
ドロップタンクはキットに付属していました。流し込み接着剤で接合してから合わせ目をスポンジヤスリでやすって消しました。指定色を塗った後にリキテックスリキッドで汚していきます。アクリル溶剤を塗った後にリキテックスリキッドを塗り、筆で叩いてムラをつけます。ムラができた後に次に油絵の具で激しめに汚しを加えました。油絵の具をのせて乾いた筆で伸ばしていきます。デカールを貼ったミサイルをポットに取り付けていきますが、あらかじめ仕込んでおいた真鍮線で固定しています。一通り仕上がったので、艶消しクレアで表面を整えます。機体にタンクとミサイルを取り付けます。中央のドロップタンクは接着剤が固まるまでマスキングテープで固定しておきました。シートを組み立てていきます。シートベルトはファインモールドから別売りのものが出ているので、それを使用しました。プラスチック製ですが、非常に繊細な彫刻が施されています。シート上部の緊急脱出用レバーはキットのものに比べ大きさが全然違います。ゲート跡はデザインナイフのカンナ掛けできれいにします。指示に従って折り曲げます。折れてしまうのではないかと心配していましたが、柔らかめなプラスチックで全く問題ありませんでした。完成はこんな感じです。シートベルトがあると全然違います。機体に組み込んだらリキテックスリキッドやエナメル塗料で汚しておきます。コックピットの脇の部分は8番銀を使い塗装が剥げた表現にしてみました。まず8番銀を塗ります。次に水性アクリルの艶消し黒を塗り、ハンガー開きのところでピンセットの先などを使って剥がしていきます。
風防を塗っていきます。細切りのマスキングテープを使って少しずつマスクしていきます。マスキングテープが貼れたら、内側の色となる黒を塗ってから、さらにその上に指定色を塗ります。シート上部の部品を取り付けてから風防を固定していきます。風防の内側に塗料が吹き込んでいたので、溶剤を含ませた綿棒で拭っておきます。ラッカー溶剤は透明プラスチックを傷めないようです。はみ出して縁が汚くなっている部分は溶剤をつけた筆で溶かし取ります。ピトー管は別売りの金属製のものに置き換えました。風防の外側をリキテックスリキッドで汚しました。実機でここが派手に汚れているのは、油で汚れた軍手で何度も触るからだそうです。さらに油絵の具で汚しました。最後に風防の前側をクリアブルーで塗って完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。